こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。10代、西洋さんからの質問です。質問というより、絵を描く人に聞いてほしい話になってしまうことをお許しください。私は小学6年生の時から本格的に絵を描いてきたのですが、中学3年生の春から高校1年生の秋までほとんど描けなくなった時期がありました。その原因が、描けなくなった当時に新しく入った美術部の顧問の先生に意味のない絵、没、時間の無駄と何度も言われたことでした。当時の私は好きなものを新しい技術で描くことにハマっており、絵柄探求もしていたため、その時部活で作っていた時計の背面デザインに好きなボーカロイド楽曲のサムネイルのパロディでオリジナルキャラクターを描くとテーマを決めて取り組んでいたのですが、顧問はそれが気に食わなかったのか、ことごとく案をボツにして、挙句の果てに私に色画用紙を型紙通りに切り、鯉のぼりを作るように言われ、部活でペンや筆を握ることすら許されなくなりました。他の部員が時計のデザインをネット検索からそのまま写してもデザインは通ったのに、自分はボツにされ進めることができない。家で進めようとスケッチブックを持ち帰って描こうとした時に線の一本も描けなくなったあの時がずっと記憶から離れません。無難なデザインを提案して制作を許可してもらい、みんなより1ヶ月遅れで完成した時には完全に自信をなくし、しばらくはあんなに好きだったコピックを見ることすらできなくなりました。今となってはあの時の先生は私の絵を一段階引き上げたかったのかもしれません。しかし絵を描くことに3年間費やしてきた私の全ての自信が崩れ、階段から落ちたり体調不良になって不登校になりかけたり、日常生活にも支障が出るようになりました。部活を引退し、しばらく絵から離れ生活していましたが、その間も描きたいのに描けない苦しさを抱えていました。あれから絵を描けるようになった今も失った、絵に限らず全てのことにおいての自信を取り戻せたとは言えないです。おそらくこの傷は一生私に残り続け、自信が必要な時に思い出しては余計なブレーキをかけるのだと思います。このように傷を負う人が一人でも減るようにと思い投稿させていただくことにしました。最後に一つだけ残っている疑問があります。本当にイラストには意味を伝えるという意義を込める必要はあるのでしょうか？あの時から私は変わらず好きなものを描いています。それは本当に無駄なことでしょうか？重たい話になり申し訳ございません。季節の変わり目ですのでご自愛ください。長文失礼しました。はい、ということでせいよさんのご質問、エピソード共有ありがとうございます。最後に質問が2つあったので、まずはそこにね簡単にお答えしちゃいますね。質問者さんの絵に対するアプローチは正しい。本当にイラストに意味を伝えるという意義を込める必要があるかどうか。それはですね、人によります。西洋さんが仮にね、絵を仕事にしたい、絵で人に褒められたい、認められたいって思うのであれば、イラストで意味を伝える必要はあると思います。でもね、今のように自己表現や趣味に没頭して一人で完結するというのであれば、全然それは必要ないですね。で、もう一つの質問。私はあれから変わらず好きな絵を描いています。それは無駄なことなのでしょうか？という質問に関してですが、こういう書き方をするっていうことは、無駄じゃないですよね。無駄じゃないですよ。で、答えてくださいっていう風に言われているような気がするんですが、はい、おっしゃる通りですね。無駄じゃないと思います。と、質問に答えるだけなら、結構シンプルな答えになっちゃうんですが、なんかこれだけだと釈然としないですよね。というのはですね、質問そのものというよりかは、西洋さんが伝えてくれたエピソードの中に、なんかね、こう聞いている人がモヤモヤーっとするような、そういうものを抱えている人は多いんじゃないかと思うんですね。この部分、なんで僕らは西洋さんの質問を聞いてちょっとモヤモヤっとした気持ちになってしまうのか、その部分についてね、原因を解きほぐしつつ解説を加えていきたいと思います。はい、まずですね、西洋さんは絵を描くとき、いつも自分の好きなものを描くと決めて、それを素直に描くようにしていますよね。部活で絵を描くときも、その時にハマっていたボーカロイドの楽曲のサムネを自分のキャラクターに置き換えてパロディを描くっていうことで好きな絵を描いています。まずね、僕は創作の原点は自分が素直に興味があるものをひたすら描くっていうことだと思うんですよ。そこにね、向上心があろうがなかろうが、そんなことは関係なくて、もうただただそれが好き、私この人が推しっていう気持ちをですね、紙にぶつけるっていうのが、僕は創作の土台になる。ある意味ね、こう、木に例えたら根っこになるようなね、そういう大事な行為だと思うので、そういう意味で、西洋さんの好きなものを描きまくるっていう行為には、すごく意味があることだと思います。逆に言うと、その行為を十分にしないままプロになろうとしちゃうと、途中でね、土台がグラグラっとしちゃって、潰れてしまう原因にもなってしまうので、西洋さんはプロになりたいかどうかはわかんないですが、たとえプロ志向の人でも、こういう時代は必ず必要だと僕は思います。美術の先生は苛立ちを抱えている。
はい。ただですね、この質問に対して、ただただ西洋さんを擁護するような意見ばっかりだと、なんとなくフェアじゃないような気がしてしまうので、一旦美術の先生の立場からも考えてみたいと思うんですね。まずですね、美術の先生って結構ね、苛立っていることがあるんですよ。はい。苛立っていること。これですね、実際に美術の先生に聞いたことがある話なので、そう思っている人は一定数いるんだと思います。っていうことで話すんですが、小学校、中学校、場合によっては高校と、ずっと美術の授業ってあるじゃないですか。でも、美術の授業をどれだけ真面目に受けていても、美大にはね、入れないんですよ。これ、わかります？ですね、これですね、他の科目のことを考えてみるとわかりやすいんですが、国語、数学、理科、社会、他にもね、いろいろな科目があると思いますが、基本的に全部、学校の授業を完璧に理解できていれば、大学受験にはパスできると思うんです。大学によってはね、例外とかあるかもしれないので、その大学用の対策が必要なこともあるかもしれませんが、基本的には授業を真面目に受けていれば、受験でね、そこまで困ることってないと思うんですよ。ただ、美術は全く違うんですね。美術の授業って、美大に入るための必要な美術の知識や技術、教えてくれる学校は、少なくとも日本にはないんじゃないですかね。例えば、美大に入るためには、デッサンという科目をクリアしなきゃいけないんですが、デッサンっていうものを本当の意味で教えてくれる先生、僕はね、学校の美術の先生で見たことはないですね。ちょっとね、横道にそれるんですが、デッサンってそもそも何なのか皆さんわかりますか？例えば、石膏デッサンを例に出します。なんかこう、偉そうな人物の石膏を描くあれですね。デッサンって聞くと、あの石膏をどうやったらうまく紙に描けるのかっていうことに一生懸命になるじゃないですか、皆さん。でもね、デッサンの本質って描くこと、それそのものじゃないんですよ。デッサンの本質ってですね、一生懸命まず描くじゃないですか。その一生懸命描いた絵をですね、こうじゃない、こうじゃないって言ってこう、グリグリグリってね、一生懸命描いたやつを消すこと、この消す、修正すること、ここにデッサンの本質ってあるんです。で、これはですね、別の言い方をすると、自己否定と言い換えることもできると思うんです。そうなんです。デッサンの目的ってですね、これもう誤解を恐れずに言うと、自己否定させることなんですよ。大抵の人って目で見ている世界には何らかのバイアスがかかっていたり、あるいは思い込みで見ていることの方が多いです。例えばね、デッサンが初めての人に、この石膏をできるだけそのまま見たまま描いてくださいって言ってもですね、大抵の人ってこう輪郭線から描き始めるんですよね。でもね、冷静になっても何でもいいですが、こう物を見てほしいんですが、こうどれを見てもですね、輪郭線なんていうものはリアルには存在してないんですね。だからですね、いや線なんてないでしょ？ちゃんとよく見て、見たままを描いてね。ほら、よく見ると線なんてなくて、あるのは明るい部分と暗い部分だけでしょ？その濃淡だけを追ってみてって言ってね、こう線を消していくわけです。そんな風に僕らの物の見方っていうのは育っていく中でどうしても主観的にしか見てこなかったものの見方を一度客観的なものの見方に補正していくっていうのがデッサンっていう練習法なんですね。でね、こういうのって美術の授業じゃやらないんですよ。なんでかって言ったら、今話に聞いていて分かりましたよね。はい。だって、1、2時間かけて一生懸命描いた絵を、そんな風に見えてないじゃん。って言って消せって言われたら、普通にショックを受けて立ち直れない人、続出するに決まってるじゃないですか。美大受験に必要な知識や物の見方を教えようとすると、おそらくね、他の科目ではあんまり発生しない自己否定みたいなことをやらせる必要があります。でもね、そこまでしても、美大受験ってそもそもそんなにチャレンジする人いないでしょ。だからそういうことは授業では取り扱わないで、レクリエーションとかね、他の授業の息抜き、そういう立ち位置に美術の授業はなっちゃってるんですね。ほら皆さん美術の授業受けている光景を思い出してほしいんですが、30% の生徒は美術そっちのけで他の遊びをしていたり、他の 30% の生徒は美術以外のね、他の授業の宿題をしていたり、もう 30% の生徒は寝ていて、で残りの 10% だけ一生懸命絵を描いているみたいな、それはちょっと言い過ぎかな。なので、全ての美術教師っていうわけではないんですが、真面目な先生であればあるほど、こういう現状にね、ちょっと苛立っている部分があります。でですね、授業ではそういうことは教えられないじゃないですか。でも、部活なら美術に意気込みが高い生徒が入ってくるわけだし、俺が教えたかったこと、こいつらになら教えられるんじゃねってね、真面目な先生の中にはそう考えちゃう人もいるわけなんですね。で、今回西洋さん
さんが伝えてくれたエピソードのようなすれ違いが起きてしまうわけです。先生は普段授業では取り扱えないような情報伝達だったり、需要と供給のような自分だけでは完結しない他の人のことも考えたデザインのやり方を教えようとしちゃったんだと思うんですね。でもね、これは西洋さんにではなくて、僕はね、先生に言いたいんですが、いや、もう美術部に入ってくるような子には、なおさらそんなこと教えちゃダメですよ。美術部に入ってくる子って、おそらくは半分は先生が伝えたかったデッサンの概念や情報伝達について、興味がある子なんですが、もう半分はね、他の分野ではあまり認められてこなかった美術にね、癒しを求めている子というか、言い方はあれですけど、逃げ場を求めている子もいるわけなんですよ。そこに対して一概にね、いやいや、お前のデザインは独りよがりだ。もっと他者の目を意識して意味を感じられるデザインにしなさい。ボツとか言ってごらんなさいよ。実際ほら、人格否定されたと捉えちゃって、傷ついちゃっている子がいるじゃないのって言いたいですね、僕は。でもね、美術の先生は先生で、おそらく西洋さんのことを美術に興味がある、やる気を持った子と捉えてしまって、自分のね、今持てる技術や知識を一生懸命ね、叩き込もうとしてしまった感じだと僕は思います。そこにね、決して悪気があったわけじゃないと思うので、こういうね、先生の事情も、その時の西洋さんは分かってあげられなかったと思うんですが、少し大人になった今の西洋さんなら分かってあげられなくもないかもしれません。学校にね、正規雇用じゃなくて非常勤だったとしてもですね、一生懸命勤めていて、で、もう学校制度からも生徒からもね、普段いらないやつ扱いされていたとしたら、部活ぐらいはってね、張り切っちゃう気持ちも、分からなくもないでしょう。なので、ちょっとだけね、その部分に思いを馳せてあげてもいいのかなと僕は思いました。リスペクトと同時にリスペクトも必要でですね、最後に西洋さんに伝えたいことがあります。それはリスペクトも大事だけど同時にリスペクトも必要だよってことです。リスペクト、つまりリスペクト、尊敬の反対語ですから、軽視すること、舐め腐る心ってことですよね。いやでもこいつ大したことないでしょって思う心ってことです。ですね、これおそらく全ての美術教師を敵に回す一言だと思うんですが、美術教師なんて全員大したことないんですよ。いや、前提としてね、これ前置きとして言っておくんですが、教師になってくださる方って、ものすごく奇特な方だと思います。もうほとんどがね、ボランティアみたいな待遇なのに、子供を育てるっていうことに意義を感じてくださってね、もう真面目に授業なんて聞いてくれない子供と、わけのわからないモンスターペアレンツ渦巻く過酷な環境にね、あえて身を置いてくださっていることには、もう本当に頭が下がります。はい、ありがとうございます。ものすごく感謝しています。その上でなんですが、もう教師なんてね、全員夢破れた奴らばっかりなんですよ。もう言っちゃえばね、美術教師なんて特にそうです。いや、だって美術で食っていけるなら、人に美術を教えるなんてことしなくていいんですよ。だって自分の美術を表現していればいいんですから。それができないから、じゃあってんで、人に美術を教えるっていうことで、細々とね、食いつないでる人たちなんですよ。はいはい、わかります。今言ったことは全部僕にもブーメランで返ってきますよね。はい、僕もですね、本当に天才中の天才なら、これですね、YouTube で絵の技術とか精神論とか皆さんにね、語ってないと思いますよ。でも僕は残念ながら天才ではないので、いろいろね、凡人なりの苦労とか失敗をしてきました。それをね、単純に絵だけでは限界を感じたので、こうしてね、YouTube を通して皆さんに絵のことをお伝えしているわけですね。そういう意味では僕も同じく大したことないやつなんです。でね、何が言いたいのかっていうと、これ別に美術教師を否定したいとか、僕のね、YouTube を否定したいとか、そういうわけじゃないんですよ。西洋さんはそういうディスペクトの心、舐め腐る目線も同時に持った方がいいよってことです。西洋さんはですね、ちょっと話を聞いていると少しね、いい子すぎます。だってね、これはあえて舐め腐った言い方してみますよ。先生方ごめんなさい。たかだか中学校の美術教師ごときにですよ、夢破れて中学校の美術教師にしかなれなかった何の才能もないクソ凡人ごときにですね、ごめんなさい、これあえてですからね、あえてもうそんなどうしようもないやつに絵を否定されたぐらいで傷ついちゃうなんて、いやもうこれか弱すぎでしょ。これね、実際は分かんないですよ。志があってね、先生になった人ももちろんいると思いますが、西洋さんにとってはそんなこと関係ないじゃないですか。少なくとも西洋さんがそう思っていれば、そんな大したことない人に何言われても傷つかないでしょっていう自己防衛の手段を説明しています。で、そう思えないのはですね、おそらく西洋さんがいい子すぎて相手をディスペクトするっていう発想がないからだと思います。何でもかんでもね、舐め腐るのはちょっと良くない
ないと思いますが、ちょっとはですね、そういうものの見方も持っていないと、西洋さんの心が壊れてしまう可能性もあると思います。なので、たまにはね、これは僕も含めてですが、イラストレーター一本で食えないから、こいつは YouTube なんてこちょこちょ始めやがって、ケチなやつだな。こいつの話は話半分に聞いとこ、とかね、そのぐらいの気持ちで世の中のことを冷静に眺める心もね、同時に持っておくといいと思います。絵に限らず、どんな世界に挑もうとも、自分の心が正常に保てていないと、エネルギーが湧いてきませんからね。まずは自分の心を守ることを考えても、少なくともね、罰は当たらないと思います。はい。諦めないで応援しています。といったところで、今日はね、すべての美術教師を敵に回してしまったんじゃないかってハラハラしているんですが、いや違うんですよ。リスペクトすることも大事だよっていう説明としてですね、例として言ったことなので、僕が舐めているわけじゃありません。そこだけはね、誤解のなきをご認識おきください。はい。それと今回、情報伝達ってイラストで必要ですかっていう質問がありましたよね。趣味で書く分にはこれはいらないって答えましたが、人に喜んでもらいたい、いいねが欲しいとか、自分以外の他人の目線を意識する場合には、情報伝達ってものすごく大事だと思います。情報伝達ってどうすればいいのってわからなかった人はですね、こちらの動画、完全解説、いいねされる絵作りの考え方、見た人を〇〇に連れていくをご覧ください。絵で情報を伝えるにはどうすればいいのか、よく理解できると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。